皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CC チャンネル朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様にいい眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品も夏になる前の川と時間のボケと川音と凛の独り言、川底の記憶と小樽の光の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては目を閉じリラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように。おやすみなさいませ。夏になる前の川と時間のボケと海と山に囲まれた小さな町に柔らかな風が吹いていました。春が名残を惜しむように葉を揺らし、夏が足元をそっと温め始める、そんな季節の境目。町の外れにある小さなポーションや押しふぶしつく春芋と木の扉、色とりどりの瓶が並ぶその店は今日も静かに明かりを灯していました。刑事のエルフ議員は窓辺の椅子に腰をかけて静かにハーブを選んでいました。この時期は風の音が変わる鳥はいます。春の風を記憶を運び、夏の風は目覚めを連れてくる。その狭間で人の心は時に揺れてしまうのです。カランと風鈴のように澄んだ音を立てて扉が開きました。振り返ると一人の青年が立っています。肩で息をして額にはうっすらとした汗。革靴の先は土と砂でうっすらと白くなっていました。すみません、開いててよかった。そう言って小さなため息を吐いたその青年は連理と名乗りました。いらっしゃいませ。どうぞおかけください。今静かに微笑みながら木の椅子を進めます。連理はお礼を言って腰を下ろすとやや節目がちに言いました。すみません。ポーションを買いに来たわけじゃないんです。ただ、なんとなく歩いていたらここにたどり着いて。その声はどこかせわしなく、けれど疲れているようでもありました。大丈夫ですよ。ここはそういう場所ですから。銀は微笑みながら棚から小さな瓶を一つ取り出しました。慌てている人が少し休んでいけるように。疲れている人は自分を思い出せるように。ポーションやハーブは心の声を聞くためのささやかな手助けなんです。レンリーはそれを聞いて少し目を丸くしました。心の声ですか。はい、例えばこんな風に。インはハーブの入った瓶の蓋をそっと開けました。ホワイミントと柑橘のような香りが店内に優しく広がります。
流れゆく葉の香りです。春と夏の間に摘んだハーブを乾かして作ったのです。気持ちを緩めるんですよ。レンリはそれを深く吸い込みながら小さく息を吐きました。まるで張り詰めていた糸がむっと緩んでいくような香りです。最近焦ってばかりで自分がどこを向いてるのかわからなくなってしまって、レンリはゆっくりと話し始めました。都会での仕事、締め切り、評価、成功、そんなものを追いかけるうちに心がどんどんと置き去りになっていたと言います。この町に帰ってきてからも周りのみんなは何かを成し遂げているように見えて、僕だけが遅れてるような気がして、リンは静かにレンリの話を聞きながらそっと窓を見ました。外では風が葉を揺らし、季節変わりの音がかすかに聞こえています。それでは少しだけ川までお散歩してみませんか。川ですか。ねえ、あなたに見せたい場所があるんです。時間のポケットと呼ばれる私の好きな特別な場所へ。オーシャン屋を出た二人は街の裏手に広がる小道を歩いていきました。その先には知る人ぞ知る小さな川があります。町を囲む森の中を静かに流れるその川は、春になると水の音が変わり、夏には優しく心を撫でてくれるのだとリンは話しました。やがて川辺に出ると、レンリは思わず足を止めました。すごく静かだ。確かに水の音はしているのに、まるでその音すら心に優しく溶けていくような感覚でした。この辺りは時間のポケットと呼ばれているんですよ。川の流れがほんの少しだけ遅くなる自然の不思議な場所です。リンはそう言って川のそばに腰を下ろしました。レンリも隣に座り、靴を脱いでそっと足を水に浸します。冷たくて気持ちいいですね。川の水はまるで少し前の季節を思い出させてくれるように心地よく冷たい。そしてどこか懐かしさを含んでいました。リンは持ってきた小さなポーション瓶を一つ川辺の石に置きました。瓶の中には水色に近い透明の液体が揺れています。これは流れる記憶というポーションです。先ほどお見せした流れゆく葉と静寂を思う心を使って作りました。川と同じように人の記憶も流れていくもの。時にはその流れに身を任せてみるのもいいんですよ。レンリはそれを見つめながら小さくつぶやきました。僕もこんな風にゆっくり流れられたらいいのに。あなたの心はきっとそう願っていると思います。でもね、川は場所によって流れの速さが違うんです。急ぐところもあれば、こうしてゆっくり進むところもある。
それと同じように人の人生も一つの流れでは測れません。川の流れが光を反射してチラチラときらめきます。それはまるで小さな星たちが水の中に宿っているようでした。焦らなくてもいいんですね。年利の声にはさっきまでのこわばりがなくなっていました。ほんの少し心の奥にあった何かが静かにほどけていたようです。リンはそっとうなずきました。はい、川のようにゆっくりでも確かに進んでいますから。日が傾き始め、空の色が淡い黄色に染まりつつある頃、川のほとりはさらに静かさを増していきます。レンリは川の水に足を浸したまま寝落としていました。風の音、鳥のさえずり、そして川のせせらぎが胸の奥の深いところにまですっと染み込んでいくようでした。なんだかここにいると心の中のざわめきが少しずつ消えていくような気がします。ぽつりとレンリがつぶやきました。リンは静かにうなずきます。きっと心の中の時間が少しだけ戻ってきたのですね。あなたの心が自分のペースを思い出してくれたのです。レンリは水の中に揺れる自分の足元を見ながら小さく息を吐きました。僕ね、小さい頃は川が大好きだったんです。水の音を聞いてるだけで楽しくて、何も考えずにただ流れを追いかけて、リンはその言葉を目をつぶりながら耳を傾けています。それはまるで心に染み込ませているかのような美しい姿でした。いつから川のように進めなくなってしまったんでしょうね。レンリの声は少し笑っているようで、それでいてどこか切なげでもありました。それでもこうして川辺に座ってその記憶を思い出せたなら、あなたの中の川はまだちゃんと流れている証ですよ。リンの言葉にレンリはゆっくりとうなずきました。教えていたんです。周りはみんな先に行っている気がして、何かを達成しなきゃ自分はダメだって遅れてる気がして、それが怖かった。リンは川の水を触るようにそっと手を差し出しました。指先が水面に触れるとひんやりとした感触が静かに肌を撫でていきます。そしてそっと水から引き上げたその手は淡い光を受けて、まるで透き通るような白さをたたえていました。その指先からこぼれたひとしずくがぽっとりと落ちて水面に小さな輪を描きます。川はどんなにゆっくりでもちゃんと前に進んでいます。そしてあなたが遅れていると感じていたその時間もきっと大切な意味があったのです。レンリはその輪が水面に広がる様子をじっと見つめていました。心の中にも
同じような雫が落ちて小さな波紋を描いていくのを感じていたのです。しばらく二人は言葉もなく静かな時間を過ごしていました。日が傾くにつれ、川辺には淡い光が差し込み、木々の葉の影がゆらゆらと揺れています。リンはカバンからもう一つ小さなポーション瓶を取り出しました。それは少しだけ黄色がかった液体で、光に当てるとまるで金色の川のように輝きました。このポーションは光の瞬きと言います。あなたの心が見落とした小さな輝きをそっと思い出させてくれるものです。リンはその瓶の蓋を開け、レンリの手のひらにそっと置きました。ガラスの冷たさと瓶の中に揺らめく曇りのような光、それは不思議と涙にもった優しい感触でした。この瓶、なぜか温かい気がします。レンリは小さく言いました。それはあなたの心が少しだけほどけたから。ポーションは気づいた人のところで一番優しく働いてくれるのです。レンリは瓶を両手で大切に包みながら深く静かに息を吸い込みました。リンさん、僕ずっと結婚のことばかり考えていたのかもしれません。誰かに追いつかなきゃって。でも今日みたいな時間が自分にとって本当に必要だったんだって今は思います。リンは優しく微笑みました。川は何かを急がせたりしません。ただ静かに必要な場所へそっと向かって進んでいきます。あなたもまたあなたの時間でゆっくりと進めばいいのです。レンリはふっと目を細め、川の流れを見つめました。その目の奥にはさっきまであった焦燥の色はもうありません。代わりに小さな光のような静けさが通っていました。やがて空には夜の帳が降り始めました。川もは暗くなり、月の光が水の上にゆらゆらと揺れています。そろそろ戻りましょうか。リンが声をかけると、レンリはゆっくりと立ち上がりました。川の水に濡れた足先はまだ少しひんやりとしています。それが今日という日をしっかりと心に刻んでくれているようでした。リンさん、今日は本当にありがとうございました。レンリの声は柔らかく、どこかすがすがしく響いていました。どういたしまして。また流れにも酔いそうになったらいつでも来てくださいね。リンはそっと微笑みながら歩き出します。二人は並んで川沿いの小道を戻りました。道の両側には小さな明かりが灯り始めていて、まるで夜の星が地上に降りてきたかのようです。やがてポーションや星降る雫が見えてきました。その窓からは暖かな明かりがこぼれ、まるでお帰りなさいと言ってくれているようです。
天理は店の前で立ち止まりました。そして手の中の光の瞬きと瓶を静かに見つめます。このポーション、僕にとっての時間のポケットみたいです。それはよかったです。瓶はゆっくりと微笑みながら話すきました。メンリは深くお辞儀をして静かに帰っていきます。その背中はまるで春から夏へと向かう風のように軽やかに見えました。リンは店に入り、いつもの記録帳を開きます。手を走らせながら今日のことを静かに綴りました。今日は川のほとりで年利さんと時間の流れを見つめました。その川は小さくても優しく、そして確かに未来へとつながっていました。ページの端にそっと星型のスタンプを押しました。それは今日の小さな出会いが物語として結ばれた歌詞。その夜、店の明かりが消える頃、空にはいくつもの星が静かに変わらず瞬いていました。みそ音が遠くに聞こえ、風は優しく夜の深まりをそっと包んでいます。明日もきっといい日になりますね。リンは夜空を見上げながら優しくそっとつぶやくのでした。川音とリンの独り言。春から夏へと季節が移り変わる頃、街の空気は柔らかなぬくもりと少しの湿り気をまとっていました。海と山に囲まれた小さな町、その外れにひっそりと佇むポーションや星降る雫。その店にも今日は珍しく誰の訪れもありませんでした。店の中では傘からリンが調合していたポーションの香りがほのかに残っていました。甘くて草の匂いがして、それでいてどこか静けさを帯びた香り。まるで眠りの前にふと感じる星明かりのような優しさ。今日はゆっくりと流れる一日でしたね。カウンターの後ろでティーカップを手にしたリンがふっと息を吐きました。その吐息には少しだけ名残惜しさと言葉にできない何かを見送るような柔らかさが滲んでいました。エルフとして長い時を生きてきた彼女にとって誰とも言葉を交わさない日は決して寂しいものではありません。それでも心のどこかでふと湧きある思いがありました。それは誰かと過ごした静かな時間の記憶や旅の途中で見た星空、もう会えなくなった誰かの声。忘れたわけではないけれど、日常の中ではそっとしまわれている、そんな思いです。それらは風の音や湯気の立ち上る香りのように静かで気づかれにくい。けれど確かに彼女の胸の奥で生き続けているものでした。今日はあの場所へ行きましょうか。そうつぶやくと、リンはクサエルの警棒を煽り、小さなカゴにポーションとノート、それに薄いショールを入れて、そっと
と店を後にします。扉が閉じる音は静かで、まるで店も行ってらっしゃいと言ってくれているかのようでした。凛の足音は草の上で柔らかく響きました。町を抜け、小道を歩いていくと、やがて森の中に入っていきます。そして木々の間を抜けた先には小さな川が流れていました。その川は大江見川と呼ばれ、町の人たちの間では静かに心をほどいてくれる場所として親しまれています。水量は決して多くはなく、けれど絶えずさらさらと音を立てながら石の間を縫うように流れていきます。その音はまるで誰かが語りかけてくるようでもあり、子守歌のようでもありました。こんばんは、母さん。今日もきれいな音ですね。凛は小さな石の上に腰を下ろし、カゴからの音を取り出しました。それは凛が心の記録帳と呼ぶ自分だけのために綴っている日記のような、日々感じたことや小さな気づきを静かに書き留めているものです。けれど今夜は手を持つことなく、ただ川の音に耳を澄ませました。そして上にぽつりとつぶやきます。この川に初めて来たのはあの旅の帰り道でしたね。遠くの星を見上げながら、凛の言葉は誰に語るでもなく夜に溶けていきます。尾根上がりで草が濡れていて、この川のそばで石に腰掛けながら一人で空を見上げていた。あの時も今日みたいに誰とも言葉を交わさない一日でした。その記憶は鮮やかではなく、淡い水彩画のように滲んでいましたが、なぜかとても鮮明に感じられました。静かな寂しさと少しだけ残る希望、それが当時の彼女の胸を満たしていたのでした。風はそっと凛の髪を撫でていきます。それは川の声とともに静かに答えてくれているようでした。ねえ、凛さんって魔法使いなの？そう尋ねたかつての誰かの声がふと脳裏によみがえります。確かあれは森の奥で出会った小さな男の子。星を数えるのが好きで、よく空を見ていた子でした。私はただ心の音を聞くのが得意なだけなのですよ。そう答えた時のあの子のキュトンとした顔が今もふと思い出されます。心の音、そんなの聞こえるの？ねえ、静かな夜にはちゃんと聞こえてくるのです。これからその子がどうしているのか凛にはわかりません。けれどふとした拍子に川の音が彼の笑い声のように聞こえる瞬間があります。川のせせらぎがどこか無邪気でくすぐるような笑い声に似ていると感じる夜が今でも時々あるのでした。そういう時、凛は思うのです。あの子もきっとどこかで元気にしているんだろうなと。夜の
空気はしっとりと肌に優しく、星たちは高く変わらずに瞬いています。川音は途切れることなく、ただ緩やかにずっと同じリズムを刻んでいました。旅をしていた頃は夜になると泣いてしまうこともありました。寂しさって不意に心の奥からこぼれるんですね。でもこうして静かな場所にいると泣くことも悪くなかったのかもしれないと思えてきますね。インの声はまるで川と対話しているようでした。それは誰にも見せることのない素顔のような言葉。耳を澄ます者がいない場所でこそ自分の心の奥に向き合える。そんな穏やかな時間がそこには流れていました。水音は彼女の言葉に寄り添うように優しく流れ続けます。まるで大丈夫だよと語りかけるように。川のせせらぎは時の流れを忘れさせてくれるようでした。水面にはちらちらと木々の葉が浮かび、風が吹くたびに小さく渦を巻いては流れていきます。インはその光景を静かに見つめていました。まるで一つ一つが記憶のかけらのように思えたのです。水面を流れるあの揺らぎが心の奥に沈んだ感情をそっと撫でるようで、胸の奥にポツンと小さな波紋が広がっていくのを感じました。あの時、あの森の泉でもこんな音がしていました。銀はふと目を細めました。それは彼女がまだ旅をしていた頃、北の国の深い森の奥で出会った小さな泉のことでした。夜になると水面に星が映り込み、それを一人何時間も見つめていた夜。その時感じていた静けさと寂しさ、そして星の光、心の奥にそっと触れた瞬間、その温かさがまるで昨日のことのように乱れてきました。あの泉は星が沈む場所だったのかもしれませんね。その時のことを思い出すと少しだけ胸が温かくなります。孤独の中にいたはずの自分が星を見てどこか安心していた記憶。そして今、その安心は自分の店を訪れる人たちへとそっと渡しているような気がしていました。自分が受け取った静かなぬくもりを今は言葉やポーションという形で誰かに手渡している。それがいつしかリンにとって生きる意味になっていたのです。リンはカゴの中から一つの小瓶を取り出しました。それは星のかけらのポーションと呼ばれる優しい金色の光を落とすポーションです。中に浮かぶ小さな粒はまるで星屑を閉じ込めたように見えます。銀の中で揺らめく光を見つめていると、それが自分の心の奥に残る旅の記憶のように感じられました。このポーションには私の旅の記憶がほんの少しだけ込められています。それが
誰かの夜に寄り添うことができたら、それだけできっと十分なのです。そう言って、インはコーションの瓶をそっと開け、小さな雫を水辺の草に垂らしました。それは川の水音と溶け合い、ひとしずくの光を川辺に咲いた花に届けていきます。その花はまるでインの思いに応えるようにほのかに揺れました。まるでありがとうとでも言っているかのように、静かな川辺に遠くでカエルの鳴き声が散り始めました。夜が少しずつ深まり、空の星が増えていくのがわかります。銀は星を見上げながら、誰ともなく語りかけるように、また一つ声を紡ぎました。ここに来ると不思議と思い出すんです。あの子のこと、夢の中で笑っていた子のこと、もしかしたら実在しなかったのかもしれない。でも私にとっては本当の記憶なのです。それは名前も顔もはっきりとは思い出せないけれど、心の中にしっかり残っている、そんな誰かでした。旅の途中、銀は多くの人と出会い別れてきました。けれどその中にはほんの短い時間しか共に過ごさなかったにもかかわらず、今でも心に残っている人たちがいます。誰かの優しさ、ささやかな言葉、別れ際の眼差し、それらはすべて川底に沈んだ石のように静かにインの心の底で光っていました。思い出は流れて消えるものではなく、静かに沈んで心の中で宝石のように輝き続ける。インはそう信じていました。あなたたちの言葉は私の中に今もあることをきっと伝わっていますよね。インの目には優しい光が宿っていました。それは一人でいる時にしか見せない静かで深い眼差しです。やがて川の音がいそ穏やかに聞こえ始めました。空には大きな星が一つ、川面に反射してゆっくりと瞬いています。その星を見ながら、銀はそっと息を吐きました。差し星はいつまでも変わらず瞬く。私も変わらずここにいましょう。誰かがふと立ち寄れる静かな場所として、それは決意というよりもそっとつぶやかれた祈りのようでした。変わらずそこにいることの尊さをインは誰よりも知っていました。だからこそ誰かの旅の途中で訪れる場所であることを選んだのです。インはノートを取り出し、今日のことを記していきます。今日は誰も訪れなかったけれど、川がたくさんの声を聞かせてくれました。静かな日こそ大切な記憶が顔を出すのだと改めて気づきました。手を走らせる音が川のせせらぎと調和して小さな歌のように感じられました。そしてページの端にいつものように星形のスタンプを押します。それは
今日という一日もまた小さな物語として大切に残された歌詞でした。帰り道、リンはふと足を止め、もう一度だけ川を見つめます。すると水辺のあたりで小さな小樽の光が一つ二つと回りと舞い上がっていきました。ありがとう。今夜も優しいひとときを分けてくれて。リンはそう言って静かに頭を下げました。小樽の光はまるでその言葉に応えるように川の上をくるくると舞いながら夜の奥へと消えていきます。その光はまるで誰かの思い出がそっと空へと旅立つかのようでした。オーションや押し降る雫に戻ったリンは店の明かりを一つまた一つと落としていきました。棚に並ぶ銀たちはどこか満ち足りたように静かにきらめいています。また明日もいい日になりますように。リンは最後にそうつぶやくと、カップに温かいハーブティーを注ぎ、窓辺の椅子に腰を下ろします。カーテンの隙間から見える夜空には、星たちが静かに変わらずに瞬いていました。それはまるで今日という一日もちゃんとあったよと夜空がそっと教えてくれているようです。そしてリンの胸の中にも川音のように優しい記憶が静かに流れ続けていたのでした。川底の記憶と小樽の光、春と夏の淡いを漂うような柔らかな夜風が吹いていました。街を包む空気は少しずつ湿り気を、森の葉は静かにざわめき、川の水面が月の光を優しく映しています。街の外れ、山から流れる川のほとり。リンは一人そっとその川辺の道を歩いていました。草の香りと水の音と夜の気配。それらは彼女にとって昔の旅を思い出させる大切な静けさでした。今日の夜はなんだか水の音が少しさんで聞こえますね。リンはそうつぶやき、草色のゲートを少しだけキュッと締め直しました。川沿いの細道にはまだ春の名残があり、ところどころに咲く白い野花が風に揺れています。その先、川べりに人影が一つしゃがみ込むようにしてじっと川面を見つめていました。リンがそっと近づくと水音にも入れて小さなため息が聞こえてきます。月明かりの中で川に足を浸しながら何かを探すようにして手を伸ばしているのは一人の青年でした。こんばんは。リンが静かに声をかけると青年は驚いたように振り返りました。あ、こんばんは。すみません。こんな夜に変なところで。少し気まずそうに笑いながら青年は頭をかきました。いえ、大丈夫ですよ。ここは夜に歩くととても気持ちのいい場所ですから。リンは優しく微笑みながら
青年の隣に腰を下ろしました。青年の名はそう。この町で育ち、しばらく都会に出ていたものの、最近また戻ってきたのだと言います。子供の頃、よく家族と来たんです、この川に。その時に拾ったちょっと変わった石があって、そうは足元の川を見ながら語り始めました。それ、星の石って呼んでたんです。丸くて表面に小さな白い点があって、星空みたいだったんですよ。そう言って彼はそっと川の中に手を伸ばしました。けれど石は見つかりません。川の流れは穏やかでも、時の流れは記憶を少しずつ遠くに運んでしまいます。ここにあったはずなんです。でも場所を忘れたのかな。最近いろいろ思い出そうとしてもぼやけたままで、その声にはどこか切なさがにじんでいました。インはその言葉に静かにうなずきました。記憶は目には見えないけれどちゃんと残っています。ただ時々眠ってしまうことがあるんです。でもね、忘れてしまったのではなくて、きっとまだそっと息を潜めているだけなのですよ。そうは少し驚いたようにイを見つめました。そしてふっと笑いました。ミーさんは魔法使いみたいですね。そうですか。でもね、それは違いますよ。私はただ心の音をほんの少しだけ思い出すお手伝いをしているだけなのですから。インは川辺の草にそっと手を伸ばしながら優しく答えます。しばらく二人は水の音に耳を傾けながら夜の空気を感じていました。遠くの森からはフクロウの鳴き声が聞こえ、川の流れは絶え間なく静かなリズムを奏でています。その時、インは腰に下げていた小さなコーチを受け、一つの小瓶を取り出しました。それは記憶のホタルと呼ばれる宝晶。中には淡いオレンジ色の光がゆっくりと回るように揺らめいていました。これは記憶のホタルというポーションです。心の奥に眠っている記憶の光をそっと照らしてくれるのです。そう言うと、リンは瓶の蓋を静かに開けました。すると、ふわりと夜の空気が吹き、瓶の中から小さな光の粒がこぼれ出しました。それはまるで小さなホタルのようにポッポッと輝きながらその世を漂っていきます。すごい。そうは思わず立ち上がって光を目で追いました。ホタルのような光はそうから離れ、川の中のたるい池へと向かっていきます。まるでここですよとでも言うように、ゆっくりと水の上を照らしていました。そうはその場所へと慎重に足を進めていきます。そして冷たい川の水に足を浸しながら、光の落ちたあたりに
そっと手を伸ばしました。その時、指先に冷たくて、だけどどこか懐かしい感触があります。それは小さな石。丸か手のひれにすっぽりと収まる。その石の表面には、ほんのわずかに白い斑点が散らばっています。これだ。そうは目を見開きました。これ、間違いない。あの時、母さんと一緒に見つけた星の石です。その目には、うっすらと涙がにじんでいます。けれど、それは悲しみではなく、忘れていた大切なものに、再び触れた時の温かな涙。インは少し離れたところで、その様子を静かに見守っていました。記憶の小樽たちは、今もなお川辺の空を舞いながら淡く光を放ち続けています。やっぱり忘れてなんかいなかったんだ。その声が静かな夜にそっと溶けていきました。そしてその胸の中にはかつての笑顔、柔らかな声、そしてあの夏の日の眩しい空と川の冷たさがもう一度よみがえってきていました。その手のひらの中で星の石はしっとりとした重みを宿しています。その石はただの思い出ではなく、彼が心のどこかにずっとしまい込んでいた優しかった時間の象徴でもあります。母さんと父さんと確か夕方まで川で遊んで、それで帰り道に見つけたんです。そうは川の中からゆっくりと足を引き上げ、石を握ったまま岸辺に腰を下ろしました。この石を見つけて、母さんがこれはきっと空のかけらねっていて、その時の笑った顔が心の中にふと浮かんできました。彼の声は少し震えていましたが、どこか澄んでいて心の奥に染み渡るようです。インは彼の隣にそっと腰を下ろしました。夜の風が柔らかく吹き抜け、川面に揺れるホタルの光が水の中で揺らめいています。思い出は忘れるものではなくて、静かに眠るものなのです。必要な時にちゃんと目を覚まして、こうしてあなたを導いてくれる。インの言葉は川のせせらぎのように優しく静かに流れていきます。そうは手のひらにある石を見つめながらぽつりとつぶやきました。忘れてたんじゃなくて、忘れたことにしてたのかもしれません。忙しくて時間に追われて、自分の中にある大事なものを閉じ込めていたのかも。その目はまっすぐに川を見つめていました。過去と向き合うことは簡単なことではありません。けれど静かな夜とインの優しさ、ホタルの光がその心の扉をそっと開いてくれたのです。兄さんはどうしてこんなポーションを作れるんですか？そうが不意に問いかけました。誰か記憶を
こんな風に照らすなんて、まるで魔法みたいです。インは小さく笑いました。私も昔、いろんな場所を旅していたんです。風に吹かれ、森を越えて、星を数えながら、多くの孤独と出会いました。その中で学んだのです。人はみんな目に見えない記憶や涙を静かに抱えているということ。その心の音をほんの少しだけ思い出す。インは小さなポーチから別の小瓶を取り出しました。それは記憶の雫という鉱書。夜空の色をした液体がゆらりと揺れて、かすかな星の光を閉じ込めているようでした。だから私はその心の音に耳を傾ける場所を作りたいと思ったんです。それが私の星降る雫というお店です。そうはその言葉を胸に深く刻むように聞いていました。そして自分の手のひらを見下ろしながら言います。インさん、僕はこの石をただ思い出にしたくないです。もう一度ちゃんと家族と話して伝えたいことがずっと心の中にしまっていたけど、本当はまだ間に合う気がしてきました。いえ、もちろんです。過去に向き合うということは未来に優しくなることですから。銀は優しく微笑みながらそっとうなずきます。風がふわりと吹いて足元の野花がかすかに揺れました。その揺れはまるでよかったねと小さくささやいているかのようです。帰り道、ソウトリンは川沿いの道をゆっくりと歩いていました。その手の中にはの星の石。それはかつての自分とこれからの自分をつなぐ小さな光でした。インさん、僕はまたこの川に来てもいいんでしょうか。もちろんです。この場所もこの川もあなたのことをきっと覚えていますよ。インの声は夜の風に溶けてその背中をそっと押すようでした。川のせせらぎは変わらずに静かに流れ続けています。けれどその心の中では確かに何かが変わっていました。歯も迷いも過去のままにしていた思い出も、それらすべてが記憶の小樽によってもう一度温かいものへと変えていったのです。町に戻った僧は銀に深くお辞儀をしました。本当にありがとうございました。今日のことずっと忘れません。この石を見たらきっと思い出します。優しかった時間と心の中の光を。銀はにっこりと微笑みました。またこの店にもいつでもお越しくださいね。星はいつもそこにあるように、あなたの記憶もいつもあなたの中にありますから。その背中が遠ざかっていくのを見送りながら、銀はそっと空を見上げました。川辺には最後の小樽が一つ
名残のように甘く叩いています。その夜、リンは店に戻ると、静かに記録帳を開きました。星降る静かに訪れた人、出会った人たちの物語を綴る大切な記録帳。彼女は今日の出会いを丁寧に記しました。川辺で宗さんと出会う。記憶のホタルとともに彼の心に眠る優しい時間がそっと灯りました。忘れていなかった光をもう一度手に取った大切な夜。そのページの端にいつものように押し方のスタンプをポンと押しました。それは小さな再会が起こった歌詞であり、誰かの心に小さな明かりだと思った歌詞。窓の外には静かな川の音が風に乗って届いていました。そして夜空には星々がいつもと変わらず優しく瞬いています。空を見上げながらリンはそっとつぶやきました。明日もきっといい日になりますように。そうして今夜もまた星降る雫には新しい記憶の光が一つそっと加わったのでした。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。